今回はストーリーもファイルも最初にオープンしました。そこで本題に入ります。今回の露出の情報はフィンリアを知るのに十分ですか？擬態任務は購入の代わりに誘拐されたエピソードです。これは現実的にもそうです。現在多くのペットエリアのブロガーはペットの売買を推奨し始めていません。プロを探すことです。野良猫を誘拐して飼いに行く。これもフィンリアのストーリーの主な参照です。今回のストーリーも全く手がかりがないわけではありません。任務が終わった後、フィンリアは黒い森のケーキを食べて倒れた。ブラック森林ケーキはココアパウダーとチョコレートソースを原料に作られています。チョコレートにはココアという物質が含まれています。ココアはカフェインに似ている。少量食べるのは狼や犬には大丈夫です。しかしフィンリアはどこから来たのだろうか。ファイルにフィンリアがどうやって犬のチームを訓練したの。これらの訓練は通常の訓練点とは全然違います。特殊部隊を訓練しているようです。これも桃隠しが理解できません。一体誰がフェンリールにこのような訓練を教えたのだろうか。時間をもう少し前に押してください。桃隠しがファンディエルを拾う前に、ダウンタウンではこんな野良犬を持っています。その名前は片方の目です。この日食料を探していた時、子供を発見した。彼女の首に円盤のような装置を着ている。フェンリルと書いてあります。子供がお腹を空かせて号泣する。片目で自分の居場所に連れ戻すしかなかった。フィンリアの目は夜にも光ることに気づきました。自分と同類のようにフィンリアの面倒を見始めました。彼女を自分の弟にした。片方の目は走るスピードが速い。簡単に店の追跡から逃れることができる。フィンリアに豊富な食べ物を持ってきます。この日は平凡だが暖かい。でもフィンリアは時々昔の生活を思い出します。彼女の首には円形装置が貫かれている。他の仲間と同じように人間に家の真ん中の広場に追いやられた。彼女たちのパトロールを訓練する。爆弾と戦闘を埋める。言うことを聞かないとご飯がない。彼女は仲間に必死に援護されてやっと逃げ出した。でも疲れている彼女は外の世界でどうやって生きていくのかわからない。幸いに片方の目にあった。それを考えてフィンリアはそばの目を見ていた。世界で一番いい犬だと思います。翌日、片目で早く食べ物を探しに行きました。たまたま犬が道を渡っているのを見つけた。遠くには疾走する車があります。この犬は少し魂がこもっている。片目で急いで突進した。危機一髪でぼんやりしている犬を助けてくれました。問い合わせで初めて知った。この犬の名前はハバです。主人に捨てられたんです。ダウンタウンではホームレスの番になりました。以前は錦緑色の生活に慣れていた。今はどうやって生きていくのかわからない。彼女はもう何日も何も食べていない。道でもこのまま終わったらいいと思っていました。でも一目で彼女を救ったとは思わなかった。片目で歯を持って帰った。溜まった食べ物を歯に出して食べます。フィンがそばで食べている直流よだれ。歯はもう長い間食べていない。すぐにガツガツ食べ始めた。ファンディはイメージを無視した歯を見ていた。最初の自分を見たように。彼女は自分から進んで歯を抱きしめた。まるで言っているようだ。これからは私たちは家族です。こうして一人二王は新しい生活を始めました。またしばらくして、片方の目と歯に新しい犬が生まれた。尻尾の花と名付けました。子犬の到来は彼らに新しい楽しみを与えた。こんな生活が続くと思っていた。でも事故が起きました。一日の夜、片目が遅く帰ってきた。食べ物も持ってきてくれませんでした。夜は以前食べた食料しか食べられない。片目はずっと何かを考えているようだった。でも当日何があったのかも言わなかった。でもフィンリアは夢の中でぼんやりしていた。片方の目が歯に何か言っているのが聞こえた。でも本当に眠いんです。夢の中には尽きない食べ物があることを覚えているだけです。片方の目、死。おともえ花はずっと彼女と一緒にいた。次の日の朝一目で出発した。今日の歯はそわそわしている。何をしてもぼんやりしている。時々路地の角を見ます。でも夜まで片目の姿も見えませんでした。葉がだんだん暗くなる空を眺めている。片目に何かあったことをしています。そこで彼女は見つけてまだいた。猫よけをするおともえの花とファンディエル。深刻な顔でフィンリアに言いました。自分で片目を探します。もし次の日に帰ってこなかったら、これから尻尾の花はフィンリアに任せます。フィンリアは目の前の歯を見ていた。何があったのかわからないけど、でも彼女は知っている。これからおともえ花と自分は自力で構成することになります。フィンリアから肯定的な返事を得た後、肌身を翻して夜の中に沈んでしまった。そしてこの度は二度と帰ってこない。空は相変わらず暗い。2匹のフロー王の死活を気にする人はいませんか？最初は片方の目で溜まった食料に頼っている。一人でいっぱいになっても移植ができる。でも座って食べると山が空になります。フィンリアも食べ物を探しに行きたい。でも彼女は道の人間を恐れていた。彼女は彼らが自分を檻に閉じ込めたことを思い出すだろう。だからこそ片目は彼女を人間の前に出させたことがない。でも彼女が知らなかったのは、今の彼女はもう昔の女の子ではない。彼女の身長も体重もフィンリアは少女に成長した。だからこそ歯は安心しておともえ花を預けます。フィンリアは夜に食べ物を探しに行くことにしました。酒に酔った人影が突然彼女の生活に侵入したとは思わなかった。彼女の運命を変えました。この人は桃学糸です。英語トーレス。オアシスクラブの金メダルマネージャーとして、彼女は立派なスカウトだ。彼女の過去はあまり知られていません。この日、彼女はダウンタウンで育成できる苗を物色した。ダウンタウンの人にとっては、これも階級を超える良い方法だ。アイドルになれば拷問に嫁ぐかもしれない。一歩一歩手に登っても不可能ではない。しかし何も得られなかった。むしろお酒をたくさん飲みました。桃隠しも落胆しなかった。チャジに戻る準備をしています。静かな路地を通った時、中に動きがあることに鋭敏に気づいた。彼女は最後まで探ることにした。路地には空気を入れるファンキーと尻尾の花があります。こうして二人は出会った。スカウトの桃隠しはフィンリアのアイドルとしての潜在力を一目で見た。しばらく後に、
ダウンタウンには放浪の少女が1匹いません。上条区には新人の DJ アイドルが増えました。これが現在の情報から推論された物語です。芸術加工成分はありますが基本的には現在の手がかりに合っています。小風の推理は情報量に基づいて進められている。今回のストーリー提供の手がかりも少なくない。まず桃隠しのアイデンティティです。通りすがりの人は彼女をお姉さんと呼んだ。以前にも社会を混ぜたことがあることがわかる。桃隠しも自分は道神が混じっていると言っています。そして桑崎との関係。佐は桃学井とは友達の半分だと言っていました。佐と桃隠しは犯人の関係だと推測されています。桃学井と車が捕まったとすれば可能性がないわけではないけど。そして公式に最新発表された擬態設計情報です。オアシスクラブも一方の勢力です。京都の水は私たちが思ったより深いようですね。鏡花堂、マドレーヌ財団、オアシスクラブ、第三者勢力が次々と浮上した。これはドロスのアイデンティティにも不確実性を増加させています。彼女は一体どちらの勢力に属しているのだろう。今は私も判断できません。今は金メダルマネージャーだけがしっかりしています。フィンリアはストーリーの中でずっと犬に導かれていますが、しかし擬態情報からもオオカミの要素を発見することができます。彼女の攻撃はオオカミの爪だ。そしてフィンリアの攻撃特殊効果もオオカミだ。だから風はまだフィンリアがロー遺伝子に改造されたと思っている。でもその後逃げて犬に育てられました。だから犬を辞任したんです。フィンリアの擬態情報が彼女の首輪の由来を示している。この円盤は最初に多くの人が推測した CD 機などではありません。一つの装置です。この装置は西洋のものです。フィンリアの名前が刻まれています。下にもトーレスと書いてあります。桃隠しに翻訳する。現在の位置追跡装置と呼ばれる設定にも合っています。フィンリアが迷子になるのを防ぐ。しかしこの皿は当学の仕業とは思えません。擬態情報の紹介を見てもいいです。フィンリアの過去と未来を束ねた装置。ドロスの仕業ではない。じゃあ犬に会う前に連れて行くしかない。フィンリアが犬のチームを訓練している場面を連想します。子供の頃もこの特殊な訓練を受けていたことがわかります。これらの訓練内容は破壊と任務が主です。リンの夜から。ダウンタウンはずっと神秘的な存在です。リンヤはマスクを持って街に行って何を調べますか？下城区のカフェにはメイドも出没します。今はフェンリルもダウンタウンから来ています。幻灯は一体いつ下城区に放出されるのでしょうか？楽しみにしましょう。フィンリアがなぜチョコレートが好きなのか知っていますか？気を失ったら昔の家族に会えるから。片方の目、歯と尻尾の花。この3匹の犬の結末は私たち自身でしか想像できません。桃学井戸の家ではお巴の花を見ませんでした。タタがサボったのかもしれない。幸いにも今はフィンリアが桃隠しの保護を受けています。でもフィンリアが有名になるにつれて、彼女の身分はまだ隠れることができますか？下城区の隠れた勢力はすでにフィンリアの存在を発見したのではないだろうか。これらの短い時間で幻灯は説明する準備ができていません。本線に戻ってナツさを探しましょう。幻灯の人物物語も確かに豊富です。しかし豊かになればなるほど穴が多くなります。リンヤの神秘的な家族から、桑崎の神竜覚醒、星のような複製体工場に行ってアマローの身分、メイドが引き出したヘンリアット財団も、今ではまたフィンリアが謎の組織を引き出した。京都の水は本当に深くなりました。これらの穴が記入できるようになりました。幻灯のストーリーももっと階段を上がるでしょう。今期はこれで終わりです。小風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。